Get ready for Your dream home. Launch Episode. Navigator Hikaru Kana. などがこれに当たりますね。空間の基礎を作る光を当てて美しい影を作ったり、逆に数字が大きいほど春たちの空のような快適な暮らしの鍵になるんです。プロは照明を増やさない？ある住宅のすごい工夫。ここで私が感銘を受けたある住宅プロジェクトの実例を少しだけご紹介しますね。クライアントさんからの要望はただ一つ。とにかくリビングを明るくしてくださいというものでした。皆さんならどうしますか？普通に考えたら、はい、承知しました。では照明器具の数を増やしましょうって提案しそうになりますよね。でもそのプロジェクトを担当した建築家の方は全く違うアプローチを取ったんです。まず何をしたと思いますか？なんと窓の配置と壁の仕上げ材を見直したんです。南側にあった大きな窓から入ってきた太陽も光が部屋の奥までしっかり届くようにしました。光の通り道になる壁を光を柔らかく反射する素材に変えたんです。さらに部屋の反対側の北側にも光が通り抜けるための小さな窓を設けました。結果どうなったと思いますか？驚くことに日中は照明を全くつけなくても自然の光だけで懐中が十分に明るくなったんです。もちろん電気代の節約にもなりますし、何よりも時間や天気によって部屋に入ってくる光の表情が刻々と変わる、とっても豊かで美しい空間が生まれたそうです。これぞプロの技ですよね。照明器具という人工の光だけを考えるのではなく、太陽という自然の光まで含めてデザインする。建築と自然が一体となった、これこそが照明設計の本当の醍醐味なんです。かっこいい。今日からできるプロの秘訣を伝授します。さあ、お待たせしました。皆さんが自分のお部屋で実践できるプロっぽく見せる照明計画のコツを伝授しますね。まず一つ目はレイヤードライティング。レイヤードは重ねるという意味です。先ほどご紹介した3種類の照明、全体、タスク、アクセントをファッションのようにうまく重ね着させるテクニックです。T シャツ、つまり全体照明だけだとなんだかのっぺりした印象になっちゃいますよね。でもそこにパーカー、つまりタスク照明を羽織ってキラリと光るアクセサリー、つまりアクセント照明をつける。そんな風に光を重ねていくことでぐっと空間に立体感と深みが出るんです。ぜひ光の重ね着コーディネート試してみてください。そして2つ目の秘訣は陰影のデザイン。これは少し上級者向けのテクニックですよ。明るいところがあれば当然暗いところも生まれますよね。この明るい部分と暗い部分のコントラスト、つまり影を意図的に美しくデザインするんです。空間の全部を均一に明るくするのではなくて、ここは主役だから明るくとか、ここは落ち着きたいからあえて少し暗くというように光で空間にメリハリをつける。まるで映画のワンシーンを作る照明監督になった気分じゃないですか？あえて照らさない勇気。これができると一気にプロの空間演出に近づきますよ。まだある。プロが操る光の性格。まだまだいきますよ。次は背光についてです。また難しい言葉が出てきましたね。でも大丈夫。これはその照明器具から光がどんな形で広がっていくかという光の性格や癖のようなものだと思ってください。例えば天井に埋め込むダウンライトはスポットライトのように真下をシャープに照らすのが得意な子。一方で食卓の上から吊るすペンダントライトは周りにふんわりと優しく光を広げるのが得意な子。この光たちの性格をよーく理解して場所に合わせてこの子にはここで活躍してもらおうと適材適所で使い分けてあげることができる人の照明計画なんです。あと意外と見落としがちですがすごく効果的なのが反射の活用です。
例えば床に置いた照明器具をあえて白い天井に向けてドンと照らしてみる。そうすると天井自体がまるで一つの巨大な照明器具みたいになって、反射した光が部屋全体をふんわりと優しく包んでくれるんです。これこそが皆さんもよく聞く間接照明の正体。直接ピカッと光る光源が目に入らないから、先ほどお話しした厄介な敵グレアの心配もありません。優しくて包み込まれるような直上の光になるので、リラックスしたい寝室などにはまさに最適ですね。一石二鳥のとっても賢いテクニックなんです。未来の照明はこうなる。最新トレンドをチェック。最後にこれからの照明設計がどうなっていくのか、最新のトレンドも少しだけご紹介しますね。一つは調光調色システムの進化です。もう使っている方も多いかもしれませんが、スマホのアプリ一つで明るさの調光や光の色の調色を指先で自由自在にコントロールできる照明のことですね。まるで光の DJ みたいに、気分に合わせて朝は集中できるシャッキリ系の光とか、夜は映画を見るためのチルアウト系の光なんて、自分だけの光をミックスできちゃうんです。これがあれば体内時計も整って、より健康的な毎日を送れそうですよね。そしてもう一つはもちろん LED 技術のさらなる進化です。正直なところ昔の LED って色が少し不自然に見えることがあって、私もちょっと苦手だったんですけど、でも今の LED は本当にすごいんです。太陽の光に限りなく近い、すごく自然で美しい光を再現できるようになりました。それでいて超省エネで寿命も長い。私たちのお財布にも、そして地球環境にも優しいなんて最高なパートナーですよね。ただ、カナが一番伝えたいのはここからです。どんなに技術が進歩しても、私たちが絶対に忘れてはいけないたった一つの大切なことがあります。それは、そこで暮らす人、そこで過ごす人が心から心地いいと感じる光をデザインすること。数値や機能だけを追いかけるのではなくて、人の心、人の感情にどこまでも寄り添うこと。これこそが照明設計という仕事の一番大切な心なんだって私は信じています。はい、ということで今日の光のマジック講座はここまでです。皆さんいかがでしたか？照明設計って知れば知るほど奥が深くて本当に面白い分野でしょ？たった一つの光でお部屋の印象が、そして私たちの気持ちまでガラッと変わってしまうなんて本当に魔法みたいですよね。今日学んだことをヒントに、ぜひ皆さんも自分のお部屋の照明をちょっとだけ注目して見つめ直してみてください。あれ、うちの照明ってこんな色だったんだとか、この影なんだか素敵かもとか、じっと新しい発見があるはずですよ。このチャンネルではこれからも建築やテクノロジーの面白い話を楽しく分かりやすく紹介していくよ。役に立った、面白かったって人は高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次回の動画で会おうね。はかるかなでした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。